つもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はライトエギングについて解説いたします。ライトエギングの釣り方はアオリイカのエギングと比べて何が違うのでしょうか。使うエギを小さいエギに変えればそれでいいなど、アオリイカエギングとは少し異なる操作方法など解説いたします。最後までよろしくお願いいたします。結論は次の7つになります。総称してツツイカと呼ぶ。泳いでいる層を探り当てる。当たり重視のテンションフォール。乗せ重視のフリーフォール。常夜灯は1級ポイント。見えるイカはサイトフィッシング。見えないイカはバーチカル。総称してツツイカと呼ぶについて、ライトエギングの主なターゲットとなるツツイカとは、ツツイカ目のイカのことを言います。ツツイカ類のうち、ケンサキイカやヤリイカ、アオリイカなどの沿岸回遊性のものは目に透明な膜があるため平岸類。対してスルメイカやホタルイカなどの沖合に生息するものは目に膜がなく海源類と呼ばれます。近年ツツイカ目は多系統であることからこれを総称してツツイカと呼ばれたりしています。ツツイカがエギングでおかっぱりから狙える時期は地域によって異なり、夏がシーズンのとこもあれば冬がシーズンの地域もあります。また、イカの種類によっても異なりますので、釣り場付近の釣り具店で聞いてみることが一番と思います。ツツイカ系のイカは日中比較的水深のある場所にいることが多く、夜間になると岸際に接岸回遊してくるケースが多いので、夜間に釣りをすることを前提に釣り方について解説いたします。釣りの形態として大きく分かれるのは、投げて探る釣りか、足元を探る釣りに分かれます。この2種類のシチュエーションで操作方法も大きく変わります。エイソーを探り当てるについて、ツツイカは海面の浮遊物に紛れて表層を群れで回遊したり、ベイトフィッシュについて中層を回遊したり、外敵のフィッシュイーターに怯えて低層から離れなかったりと様々な層を回遊しています。群れで回遊しているため、ツツイカが泳いでいる層を見つけることができれば連続で釣れる可能性もあります。泳いでいる層を見つけることが攻略の鍵となります。また、イカの回遊待ちをしながらキャストを繰り返す際も、イカが活発に餌を追う潮の流れの圧力の強い層を探り当てることも必要なテクニックです。ツツイカのエイソーの探り方の例としては、キャストして着水後5秒フォールさせて、まず表層付近を探り、次のキャストでは着水後10秒フォールさせて1投目より下の層を探ります。さらに次のキャストでは15秒フォールさせるなど、キャストごとに着水後のフォールのカウントダウン秒数を変えてイカが泳いでいる層を探ってみましょう。一般的なアオリイカのエギングの釣り方のように、一旦底を取って大きく激しくしゃくって引いてくるというのと少し異なります。しゃくり方に関しても、アオリイカに強くアピールするようなビシバシとしたアクションよりも、探る層を外さないようにしましょう。また、イカの群れを散らさないよう、ちょんちょんとアクションするトゥイッチ系の動きで探ります。特に小型のヒイカ釣りのような軽いエギを使い、小さいイカを狙う際は、エギングというよりはアジングで一定レンジをトゥイッチ&フォールさせるような動きをイメージして層を探るのが良いですが、狙うイカのサイズが大きくなれば魚食性が高まりますので、エギングのダートアクションに近い速い動かし方もツツイカは反応が良くなってきます。当たり重視のテンションフォールについて、フォール中の操作はラインを張った状態で当たりを待つテンションフォールと、ラインを緩めた状態で待つフリーフォールの2種類の操作方法に分かれます。当たりを取ってかけに行くフォールをテンションフォールと言います。ラインを張った状態で当たりを待つテンションフォールのメリットは、イカがエギを触った違和感を感じ取りやすく、当たりを取って合わせを入れる素早い釣りに対応しやすくなる点です。また、エギに受ける潮の流れの力も感じやすくなるため、イカが活発に餌を追う潮の流れのある場所、水深を探りやすくなる点もメリットとなります。テンションフォールを行う際には、1、エギの重量を重くする。2、穂先の感度の良いロッドを曲げて当たりを取る。3、重量の軽いロッドを使用する。4、伸縮性の少ない細いラインを使用するなどを行うことで、さらに当たりや
水圧に対する感度を上げることができます。反対にテンションフォールのデメリットは、ラインを張った状態で当たりを待ちますので、エギが手前に寄りやすく、一投での誘いの回数が少なくなってしまう点です。また、エギを引っ張る力がかかることで、エギの重量プラス引っ張り力となり、イカにとってエギが重く感じやすく、シビアな状況下ではエギを触っても抱き込みにくく、すぐ離してしまうこともあります。乗せ重視のフリーフォールについて、テンションフォールで当たりはあるけど乗らない状況では、テンションのかからないフリーフォールを途中に入れて、乗せのアクションとして工夫することも良いと思います。ラインを緩めた状態で当たりを待つフリーフォールのメリットは、イカがエギを触った際に違和感を与えにくく、自然に抱き込ませる釣りができます。当たりがあっても乗らないシビアな状況に対応することができます。また、アクションを入れた後にエギが手前に寄りにくく、一投での誘いの回数が多くなる点がメリットとなります。フリーフォールを行う際には、1、エギの重量を軽くする。2、イカが活発に餌を追う流れのある場所、水深で潮に流すイメージで操作などを行うことで、さらにイカに与える違和感をなくし、イカの抱き込みを誘発することができます。反対に、フリーフォールのデメリットは、ラインを緩めた状態でイカの乗りを待ちますので、ロッドに伝わる当たりがほとんど感じられない点です。このように当たりを感じられない際は、当たりを感じずに釣りをする、しゃくったらイカが乗ってたスタイルで通すか、視認性の良い PE ラインを使用してラインが走る、吹ける当たりを目で捉えて釣りをすることをお勧めします。目視で当たりを捉えるには、常夜灯の下などの明るい釣り場で釣りをする必要があります。常夜灯は1級ポイントについて、堤防でライトエギングをする際、イカの餌となる小魚やプランクトンの集まりやすい常夜灯の下は1級のポイントとなります。常夜灯の下には回遊してきたイカが一時滞留しやすい環境となっており、きっちりと探ることによって取りこぼしなく釣果を上げることができます。常夜灯下の足元の探り方は、イカが見える表層付近でエギやイカを目視しながら行うサイトフィッシングと、イカが見えない深い層を縦に探るバーチカルの釣りの2種類の狙い方があります。見えるイカはサイトフィッシングについて、エギを見える位置で操作し、イカにエギを抱かせるサイトフィッシングは、アオリイカのエギングなどでも使われるテクニックです。まずは遠方や深い位置など、エギの見えない位置からアクションを入れて、常夜灯の明かりの届く視認性の高いエリアにイカを誘い込みます。深い位置からエギに急速にアクションを入れ、水面付近でピタリと飛べると、イカがふっと追尾することもあります。イカが目視できれば、その後はしゃくりはアピール。フォールは乗せの動作としてメリハリをつけながらイカとエギの間合いを詰めて抱かせます。ツツイカ系はエギを横から抱き込むことも多いので、しっかりと合わせを入れて張りがかりさせると良いでしょう。見えないイカはバーチカルについて、フィッシュイーターが表層にいる際はなかなかそこからイカが浮き上がらず、見えない底層付近を回遊していることがあります。また、遠投して沖から探ってきたもののイカを乗せきれず、結果的に足元までイカを連れてきている状況もあります。しかし、見えない深さがゆえにイカに気づかず、エギを回収して次のキャストへ移り、釣りこぼしてしまうことがあります。それらの釣りこぼしを防ぐための釣り方が、見えない深さ、足元でのバーチカル、縦の釣りです。エギが底付近の底を切った状態から操作を始めます。一竿分しゃくり上げます。しゃくりのアクションは一段しゃくりでも、ちょんちょんとトゥイッチさせながら竿を立てていく跳ね上げアクションでも可です。その後はポールで乗せのアクションに移ります。ポールのさせ方は2種類あります。1つ目は立てた竿を急速に下ろして糸吹けを作り、フリーフォールさせて乗せの間を作る方法です。しゃくった後5秒待ち、しゃくった後5秒待ちなどを繰り返し、カウントしゃくりでイカが乗っていれば、次のしゃくりが合わせになりヒットします。当たりを取って釣りがしたい場合は、沈んでいく糸吹けが途中で吹けたまま止まると、イカがエギに抱きついたサインとなりますので、当たりを目視したら合わせを入れてイカをかけます。2つ目はしゃくりの際に
立てた竿をエギのフォールスピードに合わせて下ろし、ラインを張ったままフォールさせる方法です。竿を下げながらラインを張ったままゆっくりフォールさせると、途中でイカがエギを触ると糸吹けが生まれます。それが当たりのサインとなり、合わせを入れてイカをかける動作に入ります。当たりの出方はイカがエギを持ち上げてラインが緩むイメージです。今回のまとめです。総称して筒イカと呼ぶ。泳いでいる層を探り当てる。当たり重視のテンションフォール。乗せ重視のフリーフォール。常夜灯は1級ポイント。見えるイカはサイトフィッシング。見えないイカはバーチカル。いかがだったでしょうか。今回の授業は以上となります。ライトエギングの授業が今後の超過アップの手助けに少しでもなれば嬉しいです。Web3.0 時代に先駆けて Discord を使った新たな釣りコミュニティ、釣りシティを作っていました。釣り人が集まる仮想都市を目指しております。ジャンル問わず釣り好き同士で一つの街が作れたら楽しそうと思いやっています。登録方法は招待リンクを説明欄に貼っておりますので、そこからお入りください。これから主流になると言われている Discord に興味がある方がいらっしゃいましたら、一緒に勉強していきましょう。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。